多連装ロケットシステム、M270 マルスは、1980年代から欧州各国で採用されてきたアメリカ製の兵器で、今後、それを代替する兵器として、これまたアメリカ製のハイマースが開発されています。アメリカは、M270 の更新時期には各国がハイマースを買うだろう、と、余裕をぶっこいていましたが、近年、欧州の複数国にて、これらのアメリカ製システムから脱却し、新たな選択肢を模索する動きが加速しています。今回は、欧州各国が運用する M270 マルスの代替となる可能性のある4つの兵器の性能についての比較解説と、動画の最後には各国の採用状況についても解説しますので、ぜひ最後までご視聴ください。今回対象とする兵器は、米国製のハイマース、イスラエル製のパルス、ドイツのラインメタルとアメリカのロッキード・マーティンが共同開発する G マース、韓国製の K239 チョンム。まずハイマースですが、他の動画でも解説しているので手短に。ハイマースは高機動ロケット砲システムと呼ばれ、要はこれまでの M270 よりも軽く小さくして、なおかつ双輪式コンバットタイヤにすることで、機動力を高めた多連装ロケット砲です。車両のサイズ感は表に記載の通りですが、重量については M270 が約25トンだったのに対して、ハイマースは約16トンと、3分の2程度まで減ったことで、中型機による空輸も可能となりました。しかしながらそれによる弊害として、M270 はロケット弾を最大6発搭載できるコンテナを2機搭載することから、通常は最大12発のロケットを装填可能だったところ、ハイマースはコンテナを1機のみなので、最大6発です。これによる攻撃力の低下についても、一部の国でハイマースが敬遠される理由になっています。パルスは、イスラエルのエルビット社が開発したシステムで、ロケットを搭載するキャリアによって、そのサイズ感は変わりますが、基本的には軍用トラックやトレーラーにて運用され、イスラエル軍のものについては、全長約8メートル、全幅約 2.5 メートル、重量約20トンです。3から4名の乗員で運用し、122ミリから370ミリまでの多様な弾薬に対応でき、豊富な弾薬選択肢により柔軟な運用ができることが利点となっています。ただし、おそらく欧州各国にこのパルスを売る場合には、製造元のイスラエルと、フランスとドイツの合弁会社の協力により、欧州向けのパルスが製造されることになるでしょう。ちなみにその際の名称は、ユーロパルス、となるようです。G マースはグローバル移動式砲兵ロケットシステムと呼ばれ、ラインメタルとロッキード・マーティンによって設計、製造されました。車体は、ドイツマン社の8輪式戦術トラックがベースとなっており、サイズ感としては、全長 9.8 メートル、全幅 2.5 メートル、重量40トンと、やや大型です。この大型化は、ハイマースの装弾数の少なさを意識してのものであり、基本的にはランチャーは M270 マルスと同じ仕様になっており、最大12発を搭載します。また、G マースは、ハイマースと同様に、ATACMS や精密打撃ミサイルなど、M270 マルスで運用可能な全ての弾薬を発射できる互換性を持っており、ハイマースでは物足りない、でもすでにアメリカ製のロケットを保有している国からすると、魅力的な選択肢かもしれません。韓国の K239 チョンムは、2015年から軍で正式配備されたロケット砲システムで、半端の8輪トラックに搭載され、全長 9.5 メートル、全幅 2.5 メートル、重量約25トンで、弾薬については韓国産の複数のロケットが搭載可能ですが、それらは基本的に、M270 マルスで使用される弾薬を元にしているので、マルスロケットについてもある程度は互換性があると思われます。また、韓国製ならではの、
調達コストの低さもメリットとして挙げられます。ハイマースは使用可能な弾頭は複数あり、射程40キロほどの通常弾頭の他に、精度を向上させた G マルス弾であれば射程70キロ程度、空中から小爆弾を地上にばらまくクラスター爆弾や、300キロの射程を誇る、ATACMS という戦術ミサイルも発射可能ですが、ハイマースは前述の通りコンテナを1機しか搭載できないため、M270 と比べてその装弾数も半分となり、通常は最大6発の搭載となりますが、ATACMS の場合は1発しか搭載できません。発射速度は、最短で約5秒間隔で発射され、30秒以内に全弾を撃ち切ることが可能です。着弾精度については、精密誘導弾である G マルスの場合は、着弾誤差が5メートル以下という、驚異の精度を誇っています。パルスは、122mm から 370mm までの多様な弾薬に対応でき、射程370キロの戦術弾道ミサイル、プレデターホークであれば4発搭載可能です。他にも、総弾数36発の 122mm ロケットや、18発の 160mm、8発の 370mm 弾など、主にイスラエル産の多彩なロケットを運用可能となっています。さらに、パルスはスカイストライカー UAV という徘徊型ドローンの発射も可能で、ドローンの射程は100キロを超え、最大12機を搭載可能です。このドローンは徘徊型であるため、パルスの他のロケットとは異なり、移動標的を攻撃できる上に、偵察だけを行って帰還することも可能で、再利用できることも大きなメリットとなっています。で、パルスの連続発射速度については、小型の 122mm ロケットで1分間に最大12発、大型のミサイルでは1分間に2から4発とされています。また、精密誘導弾を使用した場合の着弾誤差は、10メートル以内とされています。G マースは、2機のランチャーポッドを搭載し、1機あたり最大で6発のロケット弾を搭載できるため、M270 と同様に最大で12発を装填可能です。発射速度は最速で1発あたり約4から5秒の間隔で、12発の通常弾であれば、全弾を撃ち切るまでに45から60秒程度かかります。また、前述の通り、この G マースは M270 やハイマースとの弾薬互換性があるので、それらで運用できる ATACMS や精密打撃ミサイルなどは全て使用可能となっています。K239 チョンムは、マルスロケットと独自弾薬の両方に対応し、モジュール式発射機による、高いカスタマイズ性が特徴です。チョンムは、射程30キロ程度で国産のロケットの K33 なら最大40発、射程40キロほどの通常ロケット弾は最大12発、精密誘導可能で射程70キロの G マルス弾も6発搭載できます。また、射程300キロ以上の、玄武ファミリーのロケットも搭載可能、との情報もあります。発射速度は最短で1発あたり3秒間隔で、12発であれば全弾を30から40秒で発射可能です。着弾誤差については、通常は30から50メートル以内とされています。続いて核兵器の調達コストですが、M270 マルスが今のレートで約17億円。ハイマースは、ロケットの搭載量こそ M270 マルスの半分、ということにはなりますが、M270 マルスと比べて軽量、小型化されたことで、機動性だけでなく、生産、整備維持費も安く、コスパのいい兵器となり、通常のユニットコストは、1両あたり5億から10億円程度です。しかし、海外への売却実績を見ると、11両のハイマースの売却が認められた台湾では、そのトータルの調達価格はなんと約2000億円。2000億円割る11両で、1両あたりなんと約180億円。絶句。まあこの価格は、
ミサイルや各種関連機器、トレーニング費用も込みの値段ですが、だとしても2000億円はないでしょ。ちなみに台湾以外の国の購入契約を見ると、1両あたり20から40億円くらいなので、足元を見られてぼったくられてる台湾は置いといても、5億円で購入というのはまず無理でしょう。小型軽量でロケットの搭載数も少ないのに、この高額がネックとなって、ハイマースを敬遠している国もありそうです。パルスについては、供給国によっても変わってきますが、1両あたり7億5000万円から12億円ほど。G マースについても価格に幅はあると思いますが、15億円前後。計239チョンムは約9億円ほどと思われます。やはりコスト面では韓国が有利ですね。しかも自国内でのライセンス契約も認めているので、そこも含めてメリットがあるのでしょう。さて、ここまで各兵器の性能を比較してきましたが、M270 マルスからの脱却が進む中で、各国はどのシステムを選択するのでしょうか。それを考える上で、米国の国際武器取引規制、ITAR の存在が大きく影響しています。武器取引規制とは、米国軍需物資リストに記載されている製品や技術の輸出、再輸出、再移転を規制するもので、米国から買った兵器や部品、もしくは国内でライセンス生産した兵器がリストに指定されていると、アメリカの許可なしでは、第三国に売却、移転することができなくなるというものです。そこで欧州各国では、脱 ITAR を掲げ、自国主権の兵器開発に積極的になっていることも、米国離れの大きな要因になっています。ということで話を戻して、現状の欧州各国の動きですが、ハイマースについては、機動性の高さと米国との共同運用のしやすさ、弾薬の共通化などにより、引き続き多くの国にとって魅力的な選択肢になる一方で、すでに30両を発注したルーマニアや、100両も発注しているポーランドなどの国についても、口述する理由から、ハイマース以外に乗り換える国が出てきています。他にも、エストニア、ラトビア、リトアニアといったバルト三国、オランダなども、ハイマースの採用を決定しており、現段階ではそれなりの需要はありそうですが、ハイマースのネックは調達価格と相談数が少ないこと以外にもあり、ハイマースを生産するロッキードの生産能力や受注量の問題で、発注してから初号車の納品までに5年もかかるケースもあり、それを懸念している国が多いのも事実です。すでに大量発注しちゃったポーランド以外の採用国については、ひとまず少数のハイマースを買っておいて、その後はパルスや G マースの開発状況や、他国の動向を見つつ決めていく、という感じかな。一方で、その他の欧州の国では、米国製兵器への依存を減らす動きが強まっており、その代表例がドイツのパルス導入です。パルスの欧州向けとして、ドイツとフランスの合弁企業が参画したユーロパルスを選択し、自由度を確保しようとしています。すでにハイマースを発注したオランダや、スペイン、セルビアもこれに追随し、パルスを発注しており、ギリシャやノルウェーも興味を示しています。さらに、フランスもパルスの導入を検討しており、米国製システムに依存しない形での軍備強化を模索している状況です。ちなみに、すでにハイマースの導入を決定したポーランドですが、納期が遅くなることから、比較的納入が早い韓国兵器である計239チョンムの発注も行っており、ハイマースと並行して、この手の兵器を大量に保有することになりそうです。ポーランドは韓国の戦車や自走砲も大量契約しているので、最大のお客様になりそうな勢いですね。他にも、ノルウェーなどもチョンムに興味を持っており、より一層、欧州市場で韓国兵器の露出が増えそうです。ちなみに不気味なのはイギリスの動向。イギリスは、44両もの M270 マルスを保有していますが、M270 を近代化改修した上で、
2030年までにさらに M270 を80両まで増やす、という計画を2024年に打ち出しているので、今のところ、ハイマースの購入やその他の兵器への興味が薄いように感じます。まあなんでもかんでも新車を買えばいい、というものでもないので、ありものをアップグレードしつつ使っていく、というのはある意味賢い判断だと思います。はい、ということで、ドイツとアメリカの G マースについては、まだ確定した契約がなく、現状では、ハイマースとパルスが体制を占め、ジョンムがそれに続く感じですが、G マースについても今後の売り込み次第で採用国は出てくるものと思われます。前述の通り、しばらくはハイマースで様子を見つつ、必要とあらばその他の選択肢を取る、と考えている国も多いのではないかと思いますので、体制についてはもう少し様子を見る必要がありそうです。よろしければ、チャンネル登録、いいね、押していただけると動画作成の励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。